私は年収1000万の旦那とタワマン最上階で暮らすの。高収入夫もらってごめん。あんた、絶対ごめんと思ってないわよね。というノリで笑いながら謝る妹。でも、タワマン？おやおやおや？笑ってられるのも今だけかもしれませんよ、お嬢さん。散々辛酸を舐めさせられたのだ。徹底的に後悔してもらおうじゃないですか。私の名前はユキ。父が若い頃の斎藤由貴を大層好きだったので、この名を付けられたのだが、残念ながら名は体を表していない40歳だ。皆さんも芸能人の名前にあやかって子供に名前を付けるのはよーく考えてあげてほしい。スキャンダルとかあると複雑な気持ちになるからね。かくいう私にも、もし芸能人だったら週刊誌が大喜びしたであろう修羅場な過去がある。まだほんの数年前の話だ。私は夫のケンと穏やかな夫婦生活を送っていた。結婚から随分経つものの子供には恵まれず、しかしその分いつまでも恋人気分でいられるような部分もあり、不満はなかった。幸せだった、本当に。しかしある日を境に少しずつ我が家はおかしくなっていった。当時夫は自営業ながらも年収1000万を稼いでいたのだが、老後資金はいくらあっても困らないだろうと、私は専業主婦を選ばず、独身時代から勤めていたコールセンターで働いていた。自動車保険の自己対応部門だったので、夜勤シフトもあり、それなりに忙しい。それはいつものようにヘトヘトになって帰宅したとある夜のことだ。お姉ちゃんおっかえりと軽い調子で妹の七重が私を出迎えた。後ろから夫も現れる。七重？なんでここに？彼氏に振られちゃって、同棲先追い出されてさ、今日だけ置いてよ。断りたいが、家に上がられている状態では言い出しにくい。夫も、お前の妹だしいいよなという感じだ。めんどくさい。げんなりした気持ちを押し殺しつつ、私は一晩だけなら、と妹の宿泊を許可した。私が妹を面倒に思うのにはちゃんと理由がある。私と妹は母親が違う。異母姉妹というやつだ。独自の父親のせいで我が家はかなり複雑で、父は結婚前に私の生みの母と浮気しており、そこで私が誕生した。いわゆる隠し子である。その後、父は現在の妻、私の義理の母にあたる人と結婚。妹が生まれた。ここまでは良かったのだ。それぞれ別々に暮らしていたし、義理の母は実の母の存在さえ知らなかったし、私のことも完璧に隠されていたから。私も自分がまさか隠し子なんて思っていなかった。世のお父さんは時々家に通ってくるものなのだと勘違いしていたくらいだったし。ところが私の母が突然他界したことで状況は一変。父は義理の母と妹に土下座して私を自分のもとに引き取ってくれたものの、当然ながらそこは私にとっては針のむしろだ。義理の母は戸籍上は自分が正妻なのに、他の女に先に子供が生まれていたことが許せないようで、あまり語れないようなひどい目にも遭わされてきた。父が助けてくれたんだろうって？まさか。父は完全に見て見ぬふりで、たまにごめんなぁと陰で私に1万円札を握らせるような人だ。こいつは親じゃない、とブチギレた私は中学生の時に家を出た。家にいるよりは公園の土管に寝泊まりしている方が幸せだったのだ。はじめのうちこそ家出をするたび、家に恥をかかせるなと怒られて連れ戻されたけど、それでも諦めずに何度も家を抜け出していたら、ついに父も諦めたようで探されもしなくなった。
そのまま最後は事情を知る友達の家で暮らして、働ける年齢になると住み込みの寮があるところで働いた。だから私は中卒だ。その後、結婚の報告もせず暮らしていたのだが、父が他界したことで遺産問題から私の所在が探し出され、再び妹と義理の母との接点ができてしまった。家族事情は聞いての通りだ。当然、妹との関係もぎこちない。面と向かって何かをされるとか言われるわけではないのだが、互いの間に妙な空気が漂っている感じだ。笑顔で会話をしていても、まあ先に生まれたのはあなたでも、お父さんに愛されてるのは私だけどね。みたいなことを匂わせる妙なマウントが言葉の端々にあった。というわけで、私は妹というか、そもそも家族が全員苦手なのだ。夫にもそのあたりの話はしてあるのだが、まあこのぐいぐい来る距離感のバグった妹に押しかけられれば、入れてしまうのも無理はないのかもしれない。一晩だけ頑張って耐えよう。そう思っていたのだが、妹はその後も頻繁に我が家に来るようになってしまった。晩ご飯を食べるまで帰らないこともある。家に入れないようにしたいのだが、自営業の夫に比べて私の帰宅時間の方が常に遅いので、夫が妹を家にあげてしまうと私にはどうすることもできない。当然私は夫に文句を言ったが、仮にも妻の家族に対して俺からは強く言いづらい。と夫に返されると私は何も言えなかった。まあ逆の立場なら私もそうなるもんな。仕方なく私が妹を怒鳴りつけたが効果はなかった。それどころか少しずつだが妹と夫の距離が近くなっている気がするのだ。別に目の前で手をつないだりキスをしたりしてるわけじゃない。でもなんか感じるのだ。二人の間に流れる男女の空気みたいなものを。これはまずいと思い、私は妹を無理やり追い返すようになった。しかし今度は夫が、おい、夜も遅いのに帰れっていうのはあんまりじゃないか。危ないだろ。仮にも妹なんだし、もうちょっと優しく。などと言い出し始めたのだ。妹は、旦那さん優しい。ありがとう。などと夫の腕にひしっとしがみつく始末。夫も触るな無礼者くらい言って振り払ってくれていいのに、まんざらでもない顔をしている。夫が妹に思いを寄せ始めたのか、それとももうすでに二人は。少しどころか、かなりの嫌な予感を感じながらも私は様子を見た。最悪の事態を想定するなら証拠は多い方がいいからだ。私が夫と妹の関係を疑い始めた頃から徐々に夫もボロを出し始めた。テレビを見てて、この間一緒に見てた時もこの人がさ、と夫が上機嫌に話す内容が私の記憶になかったり、ねえ、ナナちゃんと妹の愛称で呼ばれたり、夫は、最近よくお前の妹がうちに来てるから、つい癖になってるだけだよ。というが、一度疑い始めると無理のある言い訳にしか聞こえない。挙句の果て、とんでもないことが起きた。おはよう。寝ぼけ眼をこすりながら、私が2階の寝室から居間に降りると、朝の6時だというのになぜか妹が朝ごはんを作っていた。お姉ちゃん、おはよう。なんでいるの？え？さっき遊びに来たんだよ。私の問いかけに妹ではなく夫が答える。妹は夫の回答にねーっと笑顔で返していた。いや、さすがに誰かが家に来る音がしたら私は起きると思うのだけれど、そんな物音を聞いた覚えはない。それに何の必要があって早朝から遊びに来るってんだ？頭の中にひょっとして我が家のどこかに泊まっていたのではと浮かんだが、証拠がないので問い詰めようがない。
この頃はもう夫と妹の関係は私の中でほぼ黒だと思っていたので、そろそろ決定的な証拠が欲しいと思うようにもなっていた。そこで私は夫には仕事だと嘘をついて会社を休み、家を張り込もうと決めた。毎日家に妹が来ているかどうかさえわからないので、もし何かあっても証拠を得るのに数日はかかるだろう。カメラを仕込み、外で待機。この生活が何日続くやらと思っていたら、初日にいきなり妹が家に現れた。妹が家に入ったのを見届けて、気づかれないようにそーっと私も家の中へ。ケンちゃん。ナナちゃん。甘い声を出しながら二人は寝室に入っていった。その後は押して知るべしだ。覚悟はしていても、夫の裏切りと妹が夫の前だけで見せる甘い声や女の部分に気分が悪くなる。頭の中のプランでは証拠を手に入れ次第すぐに乗り込んで説教をかましてやろうと思っていたのに、めまいがするほどの生理的な嫌悪感を感じた私はその場から逃げてしまった。あんな化け物のような二人と対峙しなくてはいけないのか。考えただけで心が折れそうだ。でも自分を守れるのは自分しかいない。今までだってずっとそうだった。強くならないと。その日はどうしても家に帰りたくなくて、夫には会社で急遽飲み会になったから近くに泊まると大嘘をついた。きっと今も二人は私の不在を大喜びしながら不貞関係を楽しんでいるのだろう。今日だけは自分を甘やかして逃げよう。明日から頑張ろう。そう決めた。翌日、さすがに私も家に帰るしかなくて、寝室のベッドに不快な気持ちを抱きつつ我慢して眠った。絶対にこいつらを追い詰めてやる。そう誓って。さらに翌日も張り込んでいると、再び妹が現れた。どうやらほぼ毎日のようにこの妹は私の家に出入りしていたようだ。妹が到着すると5分もせずことに及び始めたので、真っ最中に寝室に突入させてもらった。扉が開いた瞬間、青ざめるでもなく、声を上げるでもなく、呆然と私を見る二人。ずいぶん仲が良さそうね。睨みつける私に真っ先に反応したのは夫だった。ユキなんで？いや、これは違うんだ、焦る夫とは対照的に、妹は無言でシーツを体に巻きつけ、ふてくされた表情を浮かべながらタバコに手を伸ばす。その格好じゃ何を言っても説得力ないわよ。さあ、話し合いをしましょうか。夫はうなだれていたが、妹は、バレちゃったらしょうがないよ。と能天気に夫に笑いかけていた。話を聞いてみると、妹はほとんど毎日我が家にやってきて、夫と浮気を繰り返していたようだ。関係を持ちかけたのは妹からで、最初は拒んでいた夫もなし崩し的に関係を持ったことをきっかけに、危ない付き合いにはまってしまったらしい。こないだの妹が朝食を作っていた日の前日は、妹と行為に及んでいる最中に私が帰宅したので、とっさにクローゼットに隠れて、出るタイミングを逃してそのまま夜を過ごしたという。関係がバレたと分かった二人の口から出た言葉は、愛し合ってるので離婚してほしいだった。止める気はない。私だってもう離婚してほしい。双方離婚に同意ではあるものの、離婚届は手元にない。財産分与の話し合いもきっちりしたい。私と夫は一旦別居することになった。夫は妹の住むアパートへ。私はこの家だ。正直、二人が行為に及んでいた家でなど気持ち悪くて過ごしたくないのだが、実家すらない私には今住む家がないので仕方がない。話し合いがどれだけ長引くかによってはホテル暮らしも苦しい。背に腹は変えられないと仕方なくこの家で暮らす代わりに、せめて寝室は使うまいと決めた。その翌日、
妹が、彼の荷物を取りに来たの。と我が家を訪ねてきた。昨日、夫はほとんど木の実木のまま家を出て行ったし無理もない。さっさと荷物持って行け、とだけ言って仕方なく妹を家にあげた。家に上がるなり、いやー、昨日は大変だったね、お姉ちゃん。と他人事のようにヘラヘラ笑って話す妹。あの人がね、財産分与とか何でも言う通り渡して後腐れなく別れたいって言ってたよ。そう。この家もお姉ちゃんにあげるつもりみたい。もともと私に家をサプライズでプレゼントしてくれてて、引っ越し間近だったからそこで二人で暮らそうってさ。へえ。聞いて驚け。私は年収1000万の旦那とタワマン最上階で暮らすの。高収入夫もらってごめん。元彼なんかよりずっと有料物件だよ、あの人。お気の毒に。上機嫌すぎるほど浮き足だった妹の話を聞き、敵とはいえ心の底から不憫になってしまった。タワマンもう買ってるの？うん。入居日も決まってる。そう。じゃあそのタワマン、私のものでもあるわね。どういうこと？一応聞くけど、あの人があなたにマンションを買ったのよね。お金を出したのよね。そうだけど、私にタワマン買うお金なんかあるわけないじゃん。名義はどっち？俺が支払うって言ってたから多分彼。妹の回答を聞いて思わず私は吹き出してしまった。結婚中に夫名義でマンションを買うなんて完全に財産分与の対象じゃないか。バカ者めが。勝った。なんなのよ、急に笑い出して。七重、あんたは、まあ私も最近勉強したんだけど、もうちょっと法律を学んだ方がいいわよ。は？そのタワマン、私がもらうわ。入居前でよかった。この家、気持ち悪かったのよ。あげるわけないでしょ？まあ別にタワマンにこだわりがあるわけじゃないから、あなたにプレゼントしたものを考慮した慰謝料をふっかけてもいいのよ。高くつくでしょうね。マンションのプレゼントなんてしてたなら。そんなに慰謝料だの、財産分与だのって高くつくもんなの？まあ、共働きだし、あの人の稼ぎも多いから、身の回りのものはそれなりに高いもの使ってたし。離婚理由は浮気だしね。あんたからも慰謝料はもらうわよ。妹からも取る気なの？何それ？浅ましいよ、お姉ちゃん。お姉ちゃんだなんて思ってないくせに、こういう時だけ妹ぶっちゃって。精神的なストレスもかなり受けたし、なんと言われようと、私はもらえるもの全部もらうわよ。浅ましいなんてセリフはいっそ褒め言葉だ。悪いことをした人間に遠慮も情けも必要ない。当然だろ。でも彼は稼ぎも多いし、そのくらいポーンと払えちゃうわよ。とふんぞり返る妹。何言ってるの？私はあの人が今持ってるもののほとんどを全力でもぎ取ろうとしているのよ。一から買い集めてたらあの人だってお財布空っぽになるわよ。収入が多いと慰謝料も増やしやすいしね。考えてみなさいよ。この家もタワマンも車も家財道具も全部財産分与よ。それに慰謝料。しかもあなた、私に慰謝料払えるほど稼ぎないでしょ？前も彼氏に養ってもらってたし。私の言葉にうっと黙る妹。でも、あなたたちは一緒に生きることを決めた。つまりあなたの慰謝料は県が払うわけで、2倍の慰謝料と2人分の生活費もろもろ。あっという間にお金飛ぶわよ。妹は眉を潜めながら、脅す気？と声を上げる。脅すって、そんなことしてないじゃない。でもやっていいならやるわよ。
例えば、夫の会社の掲示板であなたたちのことを暴露したりね。そうしたらもう収入も入ってこなくなるかもしれないわね。私がニヤッと笑うと、妹は本当にやりかねないと思ったようで、彼と話し合うから、ちょっと落ち着いてと私をなだめ始めた。正直、腹違いとはいえ、実の妹に夫を奪われたのだから、掲示板に書き込んで悪評を広げるくらいのことをしても許されると思う。ただそれは、ちょっと私としては好きなやり方ではないので実行するつもりはない。なんだか自分まで落ちた感じがするし。でも、やるふりをしてちょびっと脅かすくらいは許されるでしょ？やっと得た幸せを奪われて、私すっごく怒ってるの。だから、何するかわからないわよ。じろりと睨む私に妹はひるんだ。彼に伝える。できる限りお姉ちゃんの望み通りになるように。そう、期待してるわ。私がにっこり微笑むと、怯えきった妹は、結局夫の荷物を持ち出すことすら忘れて、そそくさと帰っていった。数日後、夫と妹がスーツ姿で揃って現れた。夫はまだしも、妹は着慣れないきっちりした格好が何か痛々しい。ユキ、全部七重から聞いた。ごめんな。本当に最低なことをしたと思ってる。最初に謝るべきだった。今更だけど許してくれ。ソファーに案内したにもかかわらず、そこには座らず、床に三つ指をつく。もうすぐ他人になる夫。妹も慣れない素振りで夫と同じポーズをとった。どうしようかな。私の言葉に二人は目を泳がせる。どうにかして機嫌を取ろうと思っている顔だ。俺たちのことを暴露したい気持ちはわかる。でもそれをされると、俺たちは生きていけなくなる可能性がある。まず俺は仕事を失うだろう。へえ、いいこと聞いた。とちょっと思ってしまった。仕事なんかなくしちまえよと思う気持ちもあるが、そこまでするのは下道だろう。人道を歩みたいと思っている心優しい私が暴露なんてするわけがないのに、二人は何度も必死にどうか勘弁してほしいと頭を下げた。ちょっとこの光景を見て気分がいいのは秘密だ。少しだけ意地悪をしてやろう。あなたたちの誠意って謝るだけ？他には何かないの？私の問いかけに二人はほとんど同時に、ときょとんとした表情を浮かべる。だって、私はあなたたちに一生分くらい蔑まれたようなものなのよ。二人でこそこそ浮気して、私を騙して、ヘラヘラ笑ってたんだから。さぞ楽しかったでしょうね。そんなつもりは。と、すかさず夫が声を上げた。どんなつもりだろうと、結果はそうなってるわけじゃない？だって二人は私を捨てて結婚するんでしょ？その瞬間、妹の顔が引きつった。それなんだけど、お姉ちゃん。何？私、彼を諦める。ごめんなさい。もともとお姉ちゃんを貶めたいと思ったり、あと、お金持ってる相手が欲しかっただけなの。そこまでリスクを背負って一生彼といたいわけじゃなくて。とんでもない暴露に夫の顔が凍りついた。これにはさすがの私も笑いがこらえきれず、どれだけ我慢しても肩が震えてしまう。金目当てで関わった男が金も地位も名誉も失いかけ、自分にも火の粉がかかると思った瞬間切り捨てる。紛れもなくあのクズ父の血を引いてるなぁ。私もその血を引いてるから、できるだけ似たくないと思って暴露はしないって決めたんだけどさ。じゃあ、これ何？七重ちゃんと俺はどうなる？俺はじゃあ、ユキとやり直すのか？いや、寝言は寝ていってよ。混乱しているのはわかるが、まさかの夫婦やり直しの提案に私がドン引きしたのは言うまでもない。妹と行為に及んだところまで見てて、やり直すなんてできるわけないでしょ。
ましてや、その辺の女性ではなく、私が嫌がっていることを分かっている妹と通じておいて、と思ったが黙っておいた。お願いお姉ちゃん、私だけでも許して。望むなら実家で起きたことも全部謝るから。意地でも自分の身を守りたい妹の気持ちが土下座からひしひしと伝わってきた。こんなにも胸を打たれない土下座は半世紀に一度見れるか見れないかじゃないだろうか。本当にあんたは中卒の私よりおたんこなすの頭してるわね。望むなら謝る。なんて言われて許す人いると思うの？相手が謝罪を望んでなくても悪いことをしたと思った方が謝るから意味があるんでしょ？そこまで人の気持ちがわからないって、ちょっと真剣に自分を見つめ直した方がいいわよ。夫の意味不明な提案にも妹の身勝手さにもドン引きだ。この舞台にまともな奴はいないのか？あなたたちがどれだけ謝ろうと、再婚してもしなくても、私は絶対離婚するし、暴露されたくないなら、そうね、いいねで慰謝料もらえるかしら。あと、七重に送ったっていうタワマンもね。私がじっと夫を見つめると、夫は観念したように静かに目を閉じて、分かったと言った。妹は納得がいかないとでも言いたげだったが無視した。この手の手合いは話し合いで理解し合えるわけがない。なぜなら頭がおナスなのだから。こうして私は夫と離婚することができたのだった。その後、私は宣言通りタワマンをいただき、世間の相場を大幅に無視した高額な慰謝料をいいねでいただいた。まあ、妹との浮気なんて精神的苦痛だってとんでもないんだから、本当だったら生涯かけて私に貢がせてもいいくらいだ。もちろん、家や車、家財や預金もろもろも全部財産分与した結果、私はコールセンターのオペレーターにしては豪勢な生活を手に入れた。ちなみに妹は慰謝料の額を見て、夫に謝罪をして復縁を申し込んだそうだが、夫はそれを聞き入れなかった。まあそうだろうな。はっきりと金が好きだったって言われたようなもんだったし。こうして妹は自分で慰謝料を払うことになり、どうも母親に泣きついたようだ。しかしあの女、つまり義理の母だが、私にお金を渡したくないと言ったそうな。娘の救済よりも自分のプライドを優先したってわけだ。そして妹は誰からも支援を得られなくなった。これはこれでざまあみろだ。家族を憎んでなかったと言えば嘘になるし、やっと手に入れた夫との生活を奪われたことだって許せない。だけど、徹底的に追い詰めて大逆転させてもらったので、今は胸がスッとしている。思えば、実家にいた頃も嫌がらせをされ続けて家を逃げるしかできなかったし、今まで私が反撃に出たことはなかったんだよな。少しだけ自分が強くなった気がする。それから私はしばらくの間、コールセンターの仕事を続けていたが、その後資格を取ってセラピストになった。自分の体験を機に女性の疲れを癒す仕事をしたいと思ったからだ。今は家とは別に借りたマンションの一室でリンパマッサージやネイルアート、よもぎ蒸しなどのサービスを女性限定で提供している。すっかり疲れ切っている女性たちが不意に旦那さんの愚痴や子育ての悩み、仕事での苦悩などを話してくれるのが実は少し嬉しい。話し終えたお客様が、心も体もすっきりしました。ここに来てよかった。と笑顔で帰ってくれるのが私の一番大好きな瞬間だ。再婚のチャンスは、実は何度かあったのだが、全部お断りした。だって、無駄毛ぼうぼうでも気にせず暮らせる今の生活がすっごく楽なんだもん。夏は捨ててこ。休日は前髪をピンで思いっきり止めてひっつめ頭。夜はスルメ片手に晩酌。これ以上の幸せがある？いや、ない。正直全く寂しさも感じないし、気を使わなくていいので快適指数もかなり高い。ただ、
独り身だと何かあった時怖いよねと言いながら学生時代の友人同士で集まることは増えた。みんなバツイチだったり、いろいろ抱えて現在のお一人様を満喫している状態だ。あと3年みんなが独り身ならルームシェアをしようと言っているのだけど、その通りになる予感がプンプンする。そうなったらきっと女同士で今よりもっと賑やかな楽しい生活になるんだろうなぁと今から胸を躍らせているところだ。